今日は2025年3月22日土曜日。こんにちは、日本語教師のナナです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。今日のテーマは SNS との付き合い方。みんな今 SNS いくつやってる？ LINE とか WhatsApp とかメッセンジャーアプリじゃなくてインスタとか X とか自分の日常を投稿する系？日常を投稿したり自分の考えを共有したり発信したりする SNS のことね。私は今は X とインスタと、あと最近ね、生徒さんにスレッズをおすすめされてスレッズを始めてみたから、その3つかな。みんなはどうかな？平均3つくらいしている人が多いかな。そしてみんなその SNS に1日どれくらいの時間を使ってる？最近ある本を読んだんだけどね、オリバー・バークマンさんという人が書いた限りある時間の使い方っていう本で、日本では2022年に出た本。どんな本かっていうと、時間の使い方ってことはタイムマネジメント、どうやって時間を上手に使うか、限りある時間の中でどれだけたくさんのことができるか、その方法についての本かと思うでしょう。でも違うの。どんな本かっていうと、まずみんな80歳まで生きるとして人生何週間あると思う？これ計算しないで、パッと頭に浮かんだ数字を答えてほしいんだけど、どうかな？1万週間？20万週間くらい？正解は4000週間。人生80歳まで生きるとして4000週間しかないんだって。びっくりじゃない？少ないよね。思ったより少ないよね。この本、もともと英語の本なんだけど、英語のタイトルは4000 Weeks Time Management for Mortals っていうの。元の英語のタイトルにはもう答えがあるんだよね。っていうか答えがそのままタイトルになってる。ここでこの本がどんな本かっていう話に戻るんだけど、どうやって時間を上手に使うか、限られた時間の中でどうやってやりたいことを全部やるかっていう時間の使い方じゃないの。
時間は限られてる。やりたいことを全部やるのは絶対に無理って考えた方がいい。だから何をするかよりも何をしないかが大事。重要なことはたくさんありすぎるから、重要なことの中からしないこと、やらないことを選択しなければならない。でも、その重要なことを捨てることによって選択したものに価値が生まれる。その選択にこそ意味があるって話。ちょっと難しいかな。この本を読んでまず衝撃だったのは、タイムマネジメントの方法を勉強したら、一日を生産的に効率的に使ってやりたいことがたくさんできたり、仕事の量をもっと増やせたりするかもしれない。でもそうするとやりたいことも仕事の量もどんどん増えていくだけってこと。その通りだよね。これ例えば昔はオプションの選択じゃなくて服を洗う選択ね、手でやってたでしょ。長時間かかるよね。でも今は手で洗濯しないよね。洗濯機を使う。超便利。時間ができた。時間が増えた。でも私たち忙しいよね。なぜなら効率的に時間を使おうって思ってみんなその時間を他のことに使うよね。そうすると結局忙しいの。ここでの忙しいは遊びも含まれる。みんな休暇があったら旅行しなきゃとか、あの話題の映画、ドラマを見なきゃとか思うよね。そういう遊びも含んでるってこと。つまり時間があればあるほどやりたいこと、したいことはどんどん増えてしまうよね。仕事も仕事の量が多いから効率的に短時間で終わらせようとする。でもそれによってさらに仕事の量は増える。これは本に書いてあったことじゃないんだけど、タスクには重要で緊急なこと、重要じゃないけど緊急なこと、そして重要だけど緊急じゃないこと、重要じゃなくて緊急じゃないこと、4種類があって、多分みんな緊急なことからやるじゃん。当然だよね。だって緊急だから。例えば締め切りが明日の会議までに
この資料をまとめなきゃいけない。パワポ作らなきゃって。じゃあ、一番やらないのは何だろうって考えると、重要なのに緊急じゃないことなんだよね。むしろ重要じゃない、緊急でもないっていうことをやりがちじゃない？なぜなら、重要だけど緊急じゃないことってとっても大切なことだから、時間をかけてゆっくりやりたい。だからいつか時間ができたらこれをやろうって思うけど、そのいつかはずっと来ないんだよね。私たちはそうやって一番大事なことをずっとやらないの。いつか時間ができる。いつかは来ない。で、最初の SNS の話に戻るんだけど、みんな SNS にどれくらい時間を使ってるかな？この本には SNS との付き合い方も書いてあって、この作者がね、自分の子供、生まれたばかりの可愛い子供が何か可愛いことをしていると、子供に集中して見るんじゃなくて、それをどうやって X に投稿しようかって思ってたんだって。これすごいわかるよね。例えば旅行した時、自分の目でその景色を見るんじゃなくて、あ、この素晴らしい景色を写真に撮らなきゃ、さらにはそれをインスタに上げなきゃって思ってる。もうこれは SNS に人生を支配されてる。自分の限られた短い人生の時間を SNS のために使ってるんだよね。私の人生4000週間しかないのに。そしてね、私この本を読んで、待つこと、待たされることが前みたいに嫌じゃなくなったの。え、反対じゃないのって思うよね。時間を大事にしようっていう本だから、待つ時間は良くない。どうやって待たないように、無駄な時間を作らないようにするかじゃないのって思うじゃん。でも、この本は違う考え方なの。みんな待つことって嫌いじゃん？スーパーでレジの列が長くてイライラすることがあるよね。私もそう。あ、なんでこんなに混んでんの？こんな時間に来ちゃって、私運が悪い。時間がもったいない。時間の無駄。でも、それが当たり前なんだよね。自分がコントロールできるものなんてほとんどない。この本はいい意味で諦めるってことを教えてくれた。何よりもっと大切なことは、
どんなに嫌なことでもそれを経験していることは奇跡。自分が何をしているかじゃなくて、自分が今それをしているっていう事実が重要、大事ってこと。みんなの今日はどんな一日だった？何したかな？誰と会ってどんな話をした？よく今日が人生最後の日だと思って生きようってあるけど、文字通り今日は今日だけなんだよね。最後だと思ってじゃなくて、本当に最後かもしれない。なんかすごく熱く語っちゃったんだけど、本当にこの本は私の人生の本かもしれない。本当にこの本を読んでよかった。もっと早く読みたかった。もっと早く出会いたかった。でも、この本を読めて本当に幸せ。みんなもぜひ読んでみてね。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のナナでした。バイバーイ。